かちょっと焼いてあってパリッとしてて美味しいです。組んでローラー回していって生地がきれいになってきて最後そばになった時にやっぱりで出来上がったそば食べてもうて美味しい言うてもらえたら「あここのちょっと違うね」って言われたらやっぱりそれも嬉しいですよね。お塩いっぱい入れてちょっとデカ落とします。昔から親父に教えてもらったレシピというか7キロ入ってるんですよこれ粉。水分が、3キロ弱、まあトータル10キロ。硬かったら水足すとか柔らかかったらもうちょい小麦粉を足すとか、それはもうこれだけ手の感覚だけです。独立した時にこれを親父がどうしても買わなあかん言うて、もうこんな会社ないらしい。もうこの機械自体はもう力がそこまでないからどうしても踏む作業がいいね。僕がこの仕事が嫌でかなかったんやけどしんどいさかいに。だけどやっぱりいろんな人に聞くとやっぱり踏む作業があっから美味しいそば打てんのよ言うて言われるから。ただ親父がやっとったんが60歳までやったし、俺あと2年やし60までまあ2年は頑張ろうかなと。よいしょ。ここまでし合ってやっと引っ張ってくれるローラー。ここまで伸ばさないとこれがそこまでしてくれへん。
バンダナかぶったり帽子反対向けてかぶってるラーメン屋のお兄ちゃんやらもこれはスタートラインやと思うよ。一本の竹でね2つ合わせてこの2つで1本の長い竹がよいしょ。うちの親父が勉強させてもらった店があるんだけどね、そこがこのやり方をしたはって不要園っていう、老舗このやり方がうちの料理には一番合うやろし一番美味しいと思ってやってますわ。ここにある黄色いキャップのやつこれ寒水言うねんけどが中華そばに絶対入れんなねんやつやけど、これを容器入れるとこんなこと多分せんでええねん。要するにコシとか中華麺の滑らかさとかが出してくれるやつだけど、ただ匂いがするんでちょっとふわっとアンモニア臭みたいなのが匂いがどうしても好きになるんでなるべく寒水を抑えめにしてコシとか出すんやったらこのやり方。でんぷんやね打ち粉生地がひっつかんようにね。ここから3回に分けてちょっとずつそばを締めていって4回目にそばに切ります。工程長いですね。長い最初2時間かかる。親父さんの時からもうずっと親父そうですよ。僕ね親父と親父が悪くってね30歳までねサラリーマンやってたんですよそれもジーパン屋さん30前後の時かな親父が具合悪なって倒れよってで母親に家の仕事してくれへんかって言われてでこの世界に入っていったで親父がほんまの元職人っていう感じのおっさんやったからになんでそんな何回3回も4回も縮めていかなあかんねんいっぺんにやったらええやんけってそれは見とけって言われてそんなんやったな。あと1回ずつ締めてよいしょ。生麺と焼きそばとに分けんだけどねこれを焼きそばこれですか。これ同じことなんやけどこれがそのまま焼きそばになるんです同じようにねゴツゴツした粉と水の塊が焼きそばに回すやつです。よいしょ。生と焼きそばは何が違うんですか。ここからねちょっとしとっとした感じなんだけどこれこうして扇風機回してこれを完全に乾かすんです一旦で乾かした後で蒸して湯通し先しといて注文取ったらそれを焼くね焼いたやつが焼きそば。あんなして踏んで手間かけてる分だけやっぱりそれなりのコシはあると思うけどね。高校卒業18歳か、俺58になったから40年ですわ2代目。もう両親ともに亡くなってしもてるんであれですけども高校クラブヘトヘトになって帰ってきたってああそばをといてもう社会人になってからでもサラリーマンで仕事帰ってからも同じような感じだったしそばをといてくれ下手したら朝の段階で「今日そば置いちゃうしな」って言われる晩帰ってきたらそばをとってもらうしなって言われる機会ももうあと
何年もせや知らんけどそれでもう約5年になるやろし、あと何年か頑張ります本当に。組んでローラー回していって生地がきれいになってきて最後そばになった時にやっぱりまあなんかこう嬉しいですよね。で出来上がったそば食べてもうて美味しい言うてもらえたら「あここのちょっと違うね」って言われたらやっぱりそれも嬉しいですよね。ワイヤー2台目。 2台目1回切れたんですよワイヤーが。ワイヤーが切れたんですかこれ。切れたバチッて切れて俺ひっくり返ったここでここも打ちすぎてもう剥がれてますもんね。あ向こうねそう終わりました。よいしょ、あ長くてすみません、やっと終わりました。これが乾いた状態の焼きそばやな。ガルもカリカリのこういう状態になって、さっきのやつをお湯に一回わっと通したら、ほんでオーダーが通ったら焼く。ここがスタッフルームですわ。スタッフさんがやっとこう向こうのとこに正門があって、で正門ドーンと見たら俳優会館とか言うて、おはようございます。うちのスープは開店以来の継ぎ足し、昭和46年開店からずっと継ぎ足し継ぎ足し、もうずっと途切れず。途切れず。はい。塩。ゆうべ練っといて一晩寝かしたやつね、ミンチは。おとついこしらえたシューマイの皮。これも手作り。手作りです。水と塩と小麦粉だけ。お前はこれいつも何個ぐらい作るんですか。今日も時間がないさかいにこれで大体50。50。通常は100倍やる。なんだオーダー取ってからこれをスープにつけんねん。スープ旬でもっと美味しいなのか。
これで今何個これで12枚になりますね。 12枚。はい。はい。そうです。バレる。これが酢豚。これ全部焼き飯の豚にです。こっち側焼き豚として売るけどね。これが唐揚げ、うちの。唐揚げ。うん。火完全に通った中で揚げてきてお醤油につけて、でこれで乾かしとく。でよそで言わはる唐揚げがさっき見ててもらった天ぷらに近い、練ってたやつね。うん、あれがうちの柏の天ぷら。
天津飯とはい、セットで何でもセットでいいですか。はい。はい、お待ちどうさんです。ワンタン麺2つ、はい。セットとのセットで、はい。で注文通ったらスープにつけます。
いらっしゃいませ。奥どうぞ。奥。お二人カウンターでもよろしか。すみません。はい、お願いします。はい。焼きそばのセットとエビ玉丼のセット。でエビ玉丼とワンタン麺のセット。ミニエビ玉丼のセット。エビ玉丼セット。はい。で、もう一つが焼きそばとミニエビ玉丼のセットでお願いします。大分県からです。今日観光ですとちょっと街をブラブラみたいな。私は焼きそばとあとミニエビ玉丼を頼みました。でワンタン麺とあとミニエビ玉丼のセット。入れる。はい。一個やめてくれる。はい。ミニエビ玉丼を頼みました。のが美味しいです。麺がちょっと焼いてあってパリッとしてて美味しいです。揚げの方は油かかってないのかな。さっぱりいった。
美味しいですね。これはなんだっけ？エビ玉丼エビ玉丼。チャーシューです。焼きそばの2つ。はい。唐揚げを1つ。はい。酢豚1。はい。全部単品で。焼きそば2と唐揚げと酢豚1。はい。お気に入り。美味しかったです。はい。時々してますね。はい。何が目当てで？彼女はワンタン麺が好き。彼はチャーハンかな。はい。まあ他何食べても美味しいんで。美味しい。やっぱ。美味しい。小学校の卒業式終わって何食べたいって聞いたら食べたいって。それを言いました。セルフ優しい。お店の人が優しい。今日は何を頼まれました？中華そば2つとワンタン麺1つとセットでチャーハンで柏唐揚げを2つ。餃子かな。楽しみやね。これがね、鶏の唐揚げ、柏の唐揚げ。美味しそう。美味しいな、ここの美味しいな、みたいな。
いらっしゃいませ。中華そばです。すいません。何人ぐらいなのね、お父さんがやった時からの。これ大好き、これが好きなんですよ。酢豚。でも、どれも美味しいですよ。行ってほしい。マットさんです。結構何でも食べますよ、人通り。日によって。僕シューマイ行きます。お待ちどうさまです。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。お疲れ様でした。すいません、どうぞバイバイ。お疲れ様でした。
ラウです。コーヒーありがとうございます。いろんなにも使える。はーい。ありがとうございます。お気にありがとう。あ、週一。はい、週一分。はい、近くなんでお店がいつもセットばっかりですね。何でも美味しいですね。もう小学校の時から来てるんで小学校の。もう40年ぐらい前から来てますね。ありがとうございます。はい、コーヒーありがとう。コーヒー。なかった。通販でな。酢豚と小エビの天ぷらと餃子と焼き飯と天津飯ですかね。結構頼みました。いや、僕初めてなんですよ。あ、そう。はい。初めてだ。はい。いつもこの辺を通ってるんですけど、なかなか来る機会がたまたまなかっただけで、こういう町中華好きなんで美味しいからね。はい、すみません、おマットさんでした。コーヒー、はい、すみません、遅くなりました。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。これ鳥ですか？鳥と川に。
Gracias.